こんばんは、語り手です。外伝の量産機シリーズとして今回はバザーで手に入るリック・ディアスをフル改造して使用してみたいと思います。リック・ディアスの特徴としてメインの武器となるクレーバズーカが射程7の地形適応が全て A なのが大きな利点となります。ニューガンダムは好きな機体ではあるのですが、外伝では弱体化してしまった機体として比較しやすく、地形適応の悪さが目立ちます。特にフィンファンネルの地形適応が空、陸 B なのとエネルギー30を消費するのも使いづらさを感じます。またこの量産機たちのメリットとして強化パーツを4つ装備できるのが使用する上で非常に助かります。費用が33万5000で武器の上昇率が1600上がるので、クレーバズーカも一気にフィンファンネル級の威力となります。その点ニューガンダムは52万の費用で武器の上昇率が1000となり、フィンファンネルも4300までしか攻撃力が上がりません。リック・ディアスの強化パーツの4つを最大限に生かして現状のパーツで運動性を強化します。これでフル改造と強化パーツで地形適応を全て A にしたニューガンダムと遜色のないリック・ディアスへと仕上がりました。さらにもう1機ご紹介しておきたいのが、こちらもバザーで手に入るザメルとなります。武器の上昇率も1200で、一見武装や性能面がパッとしないザメルではありますが、こちらも強化パーツを4つ装備することができ、全ての欄を命中率が上昇するパーツで固めます。命中補正が100を超える動く砲台の完成となります。ステージとしては WX の起動が行われており、奪還を試みるためゾンダーエクタに乗り込みます。ジャミル、私のことがわかるわよね。ルチルなのか。ルチル氏とのイベント後、ジャミル氏が GX に乗り換え WX へ隣接させる条件が加わります。サテライトキャノン発射までの5ターン以内にモビルドール部隊を相手にしながら今行く。 WX に隣接させなければなりません。回避運動が遅い。直撃させる。そこだ。今回は量産機ということがテーマなので X のストーリーはまた別の機会に追っていきたいと思います。あくまでも邪魔をするつもりか。直撃させる。あくまでも邪魔をするつもりか。そこだ。攻撃できる。活路を切り開いたアムロ氏がジャミル氏に喝を入れます。ガロード氏が WX に乗り換えたもののイベントのため移動できないのでフロスト兄弟に狙い撃ちにされます。
なのでまずはメガソニック砲が脅威のお兄さんのバサー号を落としに行きたいと思います。カテゴリー F のバグのため回避に補正がかかっているというコメントをいただいたのですが、やはり集中なしでは厳しいですね。みんな下がれ。あのガンダムは俺が相手をする。次なる時代の到来を邪魔するつもりか。こいつもニュータイプか。だがかわせたか。次の行動に移る。さすがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。どうやら勝負はついたようだな。前回の動画から量産機でフロスト兄弟の相手をするのがハマりつつあるアムロ大尉と王子の援護が効いています。またアシュタロンに関しては射程後でありながら移動後に使えるアトミックシザースが厄介な武器となります。こいつらなかなかやるよ兄さん赤い花を咲かせてあげよう。そこだ。ここまで追い詰めるなんて必ず後悔させてやる。あくまでも邪魔をするつもりか。カテゴリー F の回避バグが補正されているであろう弟さんですが、ザメルの命中補正の影響が大きく必中なしでも攻撃を当てられる。さすが王子ですね。この僕が落とされるなんて兄さん。まごまごしてんとっちゃ当チャンネルで人気を博しつつあるキース氏と成長を遂げるソシエ城で撃破した後 WX のイベントが発生します。行けよ必殺の一撃を。我が拳に貫けぬものなど存在せん。やられる。そんな。当てる。当ててみせる。者がダンテ氏をドリルブーストナックルでぶち抜いて登場した後、フル改造をしたニューガンダムに乗るパイロットを狙うゼンガー氏。やらせるか。遠慮はいらん。全力でかかってくるのだ。
見える。撃て。成功法でダメならの奇襲をかけて仕掛けてみましたが、ゼンガー氏に小手先の攻撃では通じず、我はゼンアーゾンボルト、メイガスの剣なり。かわせたか。そこだ。甘い踏み込みで俺を倒せると思うな。そこだ。お前では俺の長き戦いの年月に終止符を打つことはできん。メイガスの剣なり、剣なり、剣なり。そんな間合いの詰め方では。アムロ大尉にとっては甘い間合いなのかもしれませんが、物語中盤のステージでは脅威としか言えないスレード・ゲルミルでしょう。またゼンガー氏も格闘射撃ともに高水準で、防御も高くスーパーロボットにうってつけの能力となっています。移動後に撃てる残関刀が恐怖でしかありませんが、ドリルブーストナックルも純粋におかしな射程をしているなと思いました。ある意味ゼンガー氏と対極の能力値を持って戦うアムロ大尉と、地形適応がほぼ B で命中回避がアムロ大尉と約50の差、防御がゼンガー氏と62の差があるピース氏ですね。まごまごして独立しちまうぞ。スレード・ゲルミルを捕らえたか。だが我はゼンアーゾンボルト、メイガスの剣なり。HP5 万5000に対しての 70% 以下で撤退するゼンガー氏なので、落とせずともギリギリまで奮闘してみたいと思います。食らえ、ビッグバンアタックだ。スレード・ゲルミルに直撃を受けるとは油断したか。私だっているんですからね。そうだ、その気迫でなければこの俺は倒せんぞ。さすがに落としきることができませんでしたが、ゼンガー氏相手に健闘を見せたアムロ大尉たちではないでしょうか。本日も最後までご視聴ありがとうございました。